まあ正直な気持ちよってやっぱ残念でありますよね。まあ防げないでしょうね。そういう教育をやっぱりしていかないとずっといたちごっこになりますよね。こんにちは。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくりや育成術などをお話ししています。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。お願いします。今日はちょっと僕自身の悩みとかではなくて、ちょっとアップルさんについてちょっとお話をお伺いしたいなと思うんですけど、今回ちょっと社員の離職についてがテーマなんですけど、38億企業の社長としてぜひ本音でちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、社員の離職、どんな企業にもこれあると思うんですけど、実際にアップルさん今まで離職されていった方に対して社長自身がどのように感じているのかなっていう部分と、なぜ離職されていったのかな、そういう人たちがというところの原因をちょっとお聞きできればなと思ってます。はい。まあそうですね。社員が辞めるということについては、正直な気持ちで言うとちょっと残念なことが多いですよね。仕方ないこともあるし、辞めること自体は悪いことだと思ってないし、その人の人生なんで、別に会社が縛る権利もないですし、まあ、致し方ないかなと思うところは、そんなになんか感情的になってどうのこうのとか、一般的にね、この野郎やめやがってみたいなのは普通全くないですし、ただまあ正直な気持ちよってやっぱ残念でありますよね。だってせっかく何かの縁で出会って、何かきっかけで入ってくれて、入ったってことはやっぱね、会社としても応援したいし、本人としても成長してほしいし、共に成長していけたら最高だなと思って、雇っていると思うので、正直に今残念と思う気持ちがストレートに出てきますかね。ありがとうございます。今まで離職されていた方は主にどういった原因で？人それぞれありますけど、他の動画でも言ってるように、まあ大きく分けて、まあ3つ4つの原因しかないんですけど、一つはやっぱり人間関係ですよね。社内社外含めて、社内で言うならばやっぱ社内のその自分のいるチームとかの人間関係、上司との人間関係、そういうことが原因で嫌になって辞めちゃうと。社外とかだとやっぱりそのね、特にうちは若い子のが多いので、20代が特に多いかな。やっぱりその友達からこういう話を聞いてて、芝生は吐くみたいな。まあそういうことも多々ありますし、人間関係が気になって辞めちゃうことが一つ。二つ目はライフイベントですよね。例えば結婚する、子供が生まれる、親が倒れたとか、なんかまあ年齢を重ねるにあたってやっぱりこう自分にとって重要なライフイベントが出てくると思うんですけど、その時にやっぱりいろいろ考える機会になりますよね。今まで一人者だったから何も考えてない、多く考えずに働いてたけど、まあ、結婚を機にちょっと今後のこと考えて、ちょっと仕事変えようと思いましたとか、考えるきっかけになっちゃうんで、だいたいライフイベントですよね。三つ目は結果が出てない時ですよ。結果出てたら結構みんな調子良くなるんで、頑張ってますけど、やっぱ結果が出ない時に自分には向いてないとか、なんかやっぱこう存在感が薄くなるとか、私って必要なのかなとか、なんかうまくいかないなって、とにかくその負が出るんですよね。で、ほとんどでもこの3つですよね。で、4つ目は単純にもうキャリアアップというか、キャリアチェンジというか、ある程度もう自分のそのキャリア計画結構立てていて、期限が来た、やりきったから、じゃあ転職しますみたいな。意外と4番そんな多くなくて、その人のレベルにもよりますけど、大体世の中の人っていうのは、そんな4番考えてる人ってそこまで多くないんで、理由付けとして後付けする人いますけど、なるほど。大体1、2、3の何かしらがあって辞めるっていうのが多いですよね。なるほどですね。ありがとうございます。離職とかって採用時から防げる方法とかってあるんですかね？まあ防げないでしょうね。でもなるべく減らすことは結構できると思っていて、一つはだから採用、どういう人を採用するかっていう話ですよね。二つ目はエントリーマネジメントというか、どういうふうに言うか。大体その2つですかね。僕ら気をつけてることは、ちゃんと最初に社員として入社するんだったら3年はやってくださいって約束しまうんですよ。だから普通の会社だと、今まで僕らもそうですけど、なるべく辞めてほしくないから、期限言わないじゃないですか。入ったら辞めないもんだみたいな、こう、ね、やりますけど、でも結局言わないとすぐ辞めちゃう子とかいるんで、基本的に僕らはそうですね、社員になるんだったら3年頑張ってくださいと。3年も働く気がないんだったら雇いませんと。
セッションをしてますよね。ちょっと戻ると、一番のそのどういう人を採用するかの話でいくと、やっぱすぐ辞めちゃう人の特徴、やっぱり考えてない人なんですよ。考えてないっていうのは、例えば目標もない、要は働くとか就職することに関して、ただお金を稼ぎたいとか、何も目標がないと何かきっかけがあってすぐ辞めちゃうんで、例えばなんか100万円貯めたい、この会社で働いて100万円貯めるんだみたいな目標でもいいんですけど、あったとしたら、じゃあ毎月どのぐらい給料もらえて、毎月いくら貯めて、でそれがじゃあ1年でいくら貯まって、3年でこれぐらい貯められるなって、目標がちゃんと明確だと、それこそ3年頑張るみたいなセットアップされてから来るじゃないですか。で目標がないと、とりあえずなんか働いて仕事楽しんで、なんか社員にならないから誘われたんでなりますみたいな人だと、ポロッとすぐやめちゃったりするんですよね。考えてない人ですよね。言い換えれば目標が全くない人、作れない人、この人はやっぱすぐ辞めますよね。辞める可能性は高いですよね。目標とかも聞くんですか、面接時に？一応聞きますね。明確な目標を持ってる人と、正直本当に持ってないですという人もいれば、おぼろげながら持ってる人もいたりしますけど、一応そのなぜ大事かとかっていう話は入社後とかもね結構しますけど、考えてない人は結構やめますよね。あとはやっぱりその、これね、なんとも言えないですけど、続けた経験が少ない人はやめますよね。なるほど。過去の経歴とか見て。そうですね。それこそ学校に行くのを途中でやめちゃった人もそうなんですけど、学校に行くのをやめたっていう程度と僕もそうだから、何も言えなくなっちゃうんだけど、何でもそうなんですけど、やっぱこう続ける。学校辞めたことよりも、なんで辞めたのかとか、辞めた後何やってたんだ今までとか、結構それ大事ですよね。とりあえずそんぐらいですかね。なので採用時、人っていう体で言うとそこ。あとはそのエントリーマネジメント的なところで言うと、やっぱちゃんとその約束してもらう。やっぱさすがにね、いろんなことを話して、3年は必ずやりますって言った中で、ね、辞めるっていうことは、ハードルがちょっと上がるので、本人的にもちょっと縛りが効きますし、別に破ったからって何もないんですけど、でもやっぱ会社としても、いろんなことを考えると、3年は絶対働いてほしいなと思うので、それはちゃんと伝えていますよね。ありがとうございます。あとなんかよく耳にするんですけど、なんか働きがいいとか、企業の文化とかっていうのもなんかこう離職に影響するみたいなことをよく聞くんですけど、そういうのってどのようにこう企業側が整備すればいいんですかね？企業文化ってこれもちょっと曖昧ですよね。ありますよ。あるんですけど、それがフィットするフィットしないとかで、正直その人が合うか合わないかっていうこの1対1じゃないと思うんですよ。なるほど。その人の置かれてる状況にもよるし、会社の中でも少なからず企業としては文化あれだけど、チームの文化とかちょっと背景も若干変わったりするし、ちょっと言い訳に使われることが僕は多い。そういうことですね。必ずしもじゃあ例えば企業文化が明確だったとしても万人受けすることがないわけですよ。会社の大きさにもよりますけど、例えば会社がちっちゃい時はよく言うんですけど、動物園に例えるとですよ、人数がちっちゃい時は例えば僕がライオンだとするじゃないですか。そしたらやっぱライオンの仲間を集めてくるわけですよ。集まるわけです。結果ライオンと共存できる動物が集まってくるわけですよね。だから文化もライオンですし、食べる餌も、ね、肉食ですし、で会社が大きくなってくるとこれっていろんな動物が入ってくるようになるわけですよ。シマウマの大群が入ってきたり、オランウータンが1匹入ってきたり、ってなってくるわけですけど、そもそも会社は動物園だという定義をしてるんで、意味としてはいろんな動物が入ってきますよねと。そもそも人ってそれぞれ価値観が違いますし、変わっていきますし、でもなんとなくどこかが共通項があるから最初は集まってたけど、大きくなってくるといろんな人が必要で、タイプが違う人もいっぱい入ってくるし、動物園なわけですよ。動物園みたいに綺麗に種類ごとに分けられていたら、それはそれでいいかもしれないですけど、でもやっぱりその特徴とか、それこそ適材適所とか、チームの戦力を考えてた時に、いろいろこう、ごちゃ混ぜになってるわけですよね。言うならば動物園で、動物の種類ごとに柵がない動物園みたいな感じなんですよね、会社はね。それを無理やりこう柵を作ったりとかしていくわけなんで、そもそもバラバラの人たちがもちろん集まって、目標に向かって何とかしなきゃいけないわけなんで、なので、企業文化が最初のライオンだけしかいない時と、そこにシマウマの大群が入ってきた時と、またさらにオランウータンが入ってきた時とずっと変わるんですよね。確かに。
そこで大事なのはやっぱ根本として会社として何を目指しているかとか、そういうビジョンとかバリューみたいなのが大事になってくるわけですけど、企業文化どうのこうのっていうんだったら万人受けはしないんですけど、なるべく万人受けするようなとか、もしくは会社として明確にここを目指すんだというところをやっぱ軸にしてどういう企業文化でそのためにあるべきかというのは定めてやっていけばいいと思うんですけど、言いたいことはだから別に万人受けすることはあんまりないんで、なるほど。考え方として企業文化が違うからちょっと僕辞めますねっていうのはある意味正解なんですよ。確かに、だって合わない人が入ってきたら困るんで、なのでちゃんと会社としてあるべき姿、理想とする姿、これを完璧に軸にして、こういう企業文化でいこうと、それを作る過程の中で企業文化が違うから辞めますと、いうのは本当にそうだったら別にあっていい姿ですよね、と僕は思うんですよ。だけどその企業文化がとかっていうのはなんかこう言い訳に結構使われがち人が多いからあんま気にしてない、だからある意味それは正しいですよね。なるほどね。ありがとうございます。あとなんか僕の周りでもよく耳にするのが、成長機会がないと感じるとか、成長機会が与えられないから辞めるとかっていうのもやっぱ聞くんですけど、そういうキャリアパスの明確化みたいなのありますかね、アップルさんでも。なんでしょうね、大企業とかだったら歴史もありますし揃ってるんで、ある程度キャリアパスっていう概念だけ見たら明確化されてると思うんですよね。でもベンチャーとかやっぱスタートアップとかコロコロ変わる可能性があるじゃないですか。究極なんかそういう人たちが言うキャリアパスの明確化って、作ってもその場しのぎでしかないことが多くて、何回も作ったことありますよ。明確化して図解したこともありますし、5年ぐらい前に作ったりも図解して作ったんですけど、じゃあ今その通りになってるかっていうとちょっと違いますよね。そんなに明確化にこだわってもやっぱできないと僕は思うんですよね。なるほど。だから作ることは大事、示すことは大事ですけど、一番はやっぱロールモデル作っちゃった方が早いですよね。実例の方がやっぱ納得できるし、そこに嘘もないし、会社がこれから拡大していく中でどういう事業部が必要かとか、どういう機能が必要かとかっていうのも変わりますし、それを完璧に書いた絵の通り言ってる人なんているのかって言われると相当限られるわけですし、だからあんまりキャリアパスを明確化するというよりかは、ロールモデルとか、伝え続けることしかないと思うんですよね。アップルさんで今現状そういう風に整備というか環境づくりをしてるんですかね。事例が一番いいですよね。結論を思ったのは、会社が拡大すればいいんですよ。嫌でもできるから。なるほど。結局なんか僕の中の結論は、会社が拡大し続けていれば、成長機会がないなんていう人も少ないし、キャリアパスがどうのこうのなんていう人も少ないですね。確かに。会社が成長してない時によく言われるんですよ。成長機会がないとか。だからやっぱ会社が拡大してれば、その課題は結構解決できるなと思っていて。っていうのが一つ思うことなんで、あとは教育の問題だと思うんですよね。教育。なんか正直に言うと、成長機会が与えられないって言うとイラッとするんですよ。だってそもそもさ、成長っていうのはさ、自分が成長するかしないかってことでしょと。あなたが言ってる意味だと。それは与えられるものなの、全部と。与えられると思ってるうちは、それは来ないよねって。やっぱ成長機会をつかみに行くもんだから、自分で作っていくものですよねと。よく考えを巡らせてみると、ないと思ってたものがそこにあるかもしれないし、何をもってじゃあ成長と言うんだとか。とにかくだから与えられるものじゃなくて自分で取りに行くもんですよという教育をちゃんとやっぱしていかないと、いつまで経っても与えられるものだと思ってるうちは、もう全然成長できないんですよね。確かに。受け身になっちゃいますもんね。だから言い方悪いけど、それが全てではないかもしれないですけど、何人のせいにしとんねんと。成長っていうのはねと、できないことができるようになることですよねと。じゃあ今あなたの仕事で全部あなたの仕事完璧にできてるんでしょうかと。完璧にできてたら、言い方悪いですけど、もっとね、じゃあ役職あるんじゃないですかとか、もっといい給料もらってんじゃないですかという話なんで、多分ありますよねと。それはその成長機会を見えてないだけですよね。成長機会って言葉で言ってるけど、全然違うこと言ってんじゃないのと。だからとにかく成長は与えられるものじゃなくて、自分から掴みに行くものだし、自分でちゃんと書いていくものですよと。そういう教育をやっぱりしていかないと、ずっといたちごっこになりますよね。確かにそうですね。ありがとうございます。やっぱり離職する原因っていうのは、一つはやっぱ人間関係。二つ目が、
ライフイベント。3つ目がやっぱ結果が出ないとき。4つ目はちゃんとキャリアアップとかそういうのを計算して、ステップとして踏んでる人。大体この4パターンかなと。なるべくその早期の離職を防ぐということであれば、ちゃんとどういう人を採用するか。ポイントはもう続けられそうかられそうじゃないかというところをちゃんと一つ一つ噛み砕いてチェックしていくのと、あとやっぱエントリーマネジメントですよね。どれぐらい働いてほしいかとか、辞めてほしくない理由とか、ちゃんとやっぱ伝えていくこと、ちゃんとお互いにそこを握り合うこと、みたいなのは必要じゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。皆さんからいただくコメントは大変励みになっております。この動画が気に入ったら、いいねやコメントをお願いします。